こんにちは。パトチャンネルの須藤です。今回からですね、外国人向けの留学生の大学入試関係も、こちらのですね、ビューティフルフレンズとの姉妹チャンネルであるパトチャンネルの方で公開していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、今回はその第1回目としてですね、今ちょうど2月ですので、2月、3月、もっと言うと1月、2月、3月ですね。この1月、2月、3月中に外国人留学生がやっておかなければならないことについていくつかお話ししていきたいと思います。はい。で、一応こちらの方はですね、日本に在留する外国人留学生が通う法務省国事校、いわゆる日本語学校の留学生を対象としたお話になりますので、そこら辺ご了承ください。で、もう一点。今からお話しするのはあくまでも2026年度入試、つまり2026年度4月、来年の4月から入学を希望する留学生に対するアドバイスとなっていますので、ここら辺もご理解いただけたらと思います。では、早速お話をしていきますが、まず一つ目、一番今やらなければならないことは、進学先を決めることです。具体的に学校とか大学とか決まってればそれでいいんですけれども、大きく3つに分けて考えていきたいと思います。まず1つ目は大学院進学ですね。2026年4月に大学院に進学しようと考えている方。で、2つ目が大学の学部進学ですね。大学の学部に進学を考えている留学生の方。そして最後に専門学校へ進学を考えている方。この3つのパターンについてお話ししたいと思います。まず、この3つのパターンですが、どの進学先を選ぶかによって、出願する外部試験が変わってきます。例えば、大きな日本語の検定試験としては、JLPT、日本語能力試験というのがあるんですね。こちらの試験の出願はまだ先というか、もうちょっとしたら始まるんですけれども、この試験に出願すべきかどうかというのは、希望する進学先によって変わってきます。例えば、専門学校進学を希望する方でしたら、ぜひですね、JLPT に出願していただけたらと思うんですね。で、もちろん、専門学校の中でも、他の試験を要求してくる学校もありますが、まず、専門学校を進学先に考えているという留学生は、今から日本語能力試験、JLPT のことを考えていくようにしましょう。そして、問題なのがですね、もう一つの試験、日本留学試験、EJU ですね。この EJU の出願については注意が必要です。というのも、実はこの動画を撮ってるのはもう2月の中旬なんですが、2月の10日から EJU 日本留学試験の2025年度第1回試験の出願の受付が始まっています。で、この出願の締め切りがなんと来月の6日という具合になっていて、あっという間に出願の締め切りが来てしまうんですね。ですので、この出願、間違えてしまうと、後で苦労しますので、しっかりと確認しておいてください。まず、大学の学部に進学しようと考えている留学生は、この EJU、日本留学試験に出願するようにしましょう。それも、2025年度第1回日本留学試験、つまり、6月に実施される EJU、日本留学試験に出願してください。それも、一教科日本語だけではなくて、学部入試を考えているなら、3科目、文系なら日本語、総合科目、数学コース1。理系でしたら、日本語、数学コース2、理科。これらに必ず出願するようにしましょう。というのも、まず、日本の大学の外国人入試では、日本留学試験が重要になってきます。しかも、他の動画で散々言ってきたんですが、外国人留学生が受験する大学入試は、特別選抜入試で実施されます。この特別選抜入試というのは、私たち受験業の業界では、別名年内入試と呼ばれていて、年内、つまり今年の12月までに入試が終わってしまう。そういった性質の入試になっています。ですので、6月の留学試験を受けたら、結果が7月に出ます。7月に出た結果を見て、希望する大学の学部入試に出願しなければならない。そういう入試なんですね。で、なんでこんなこと言うかというと、皆さんご存知の通り、EJU 日本留学試験っていうのは年に2回あるんですね。
6月と11月にあります。はい。では、先ほど言った通り、年内入試、年内で終わる特別選抜ですから、11月の留学試験を受けて、結果が12月の下旬に出て、その12月の下旬の結果を見て大学を探しても、もうほとんどの大学入試が終わってるんですね。年明けに試験がある大学でも出願が終わっていたり、また12月下旬の発表を見てから出願できる大学なんてのもあるんですが、その大学でも年内入試で定員がいっぱいになってしまうと、年明けの募集は行わないなんていう大学も出てくるので、そこら辺非常に注意してください。また、先ほど言った通り、3科目、3教科全部受けてほしいというのは、後になって志望大学の出願条件として、3科目、3教科を指定してくるなんて場合があるんですね。6月の試験で日本語だけ受けて、その日本語の試験の結果がめちゃめちゃ良かった。めちゃめちゃいいから、じゃあその日本語の試験でいい大学探そうかって考えたところで、いい大学ってのはほとんどが3科目受験になっています。つまり、日本語だけ受けたということで、出願条件を満たさず、出願すらできないんですね。こういった選択をしてしまって、毎年必ず何人か涙を飲むなんていう留学生、受験生がいます。ですので、思い切って3科目、3教科受験、出願するようにしましょう。まだ準備ができていないとかですね、心の準備がとかお金がとか言ってる場合ではありません。来月の6日には EJU の出願締め切りが迫ってますので、ぜひ出願するようにしてください。そして、最後にこの大学院のお話をしますと、この大学院は決まったやり方というのがありません。大学によって出願条件は様々です。指導教官、指導教員によっても様々だったりするんですね。そして、課される試験の内容もバラバラです。ある大学院では出願条件として日本留学試験を出していたり、それも日本語だけなんていう大学院があったり、またある大学では JLPT、日本語能力試験の N1 に合格っていうのが出願条件だったりと、本当に大学院は大学院ごとに出願条件が変わってきますので、ぜひ調べてどの外部試験を受験するのか決めるようにしましょう。もっとも、大学院に進学を考えている人には、2年前から準備するように指導しています。例えば、法務省国事校に4月に入学したら、もう1年目から志望する大学院、研究課題等を決めて、で、その自分が目指す研究内容に合った大学院を探し、またそれに合った指導教官を探し、そして1年後にはその指導教官にメールを送って、その際、自分が大学で書いた卒論と研究計画書を送って、で、教授と実際お話をする、なんていうのがもう入試の1年前あたりから始めるのが普通なんですね。こういった具合に大学院については特殊ですので、とにかくまずは自分の研究テーマを決めて、研究計画書を書いて、で、またこの研究に当てはまる研究をしている大学院を探して、で、そこでコンタクトを取るということをするようにしてください。で、大学院なんてのは当たり前のように課されるんですが、大学の学部入試でも有名大学で課される英語の外部試験です。この英語の外部試験、主にトフルが課されるんですけれども、このトフルの出願、受験も注意してください。というのも申し込もうとしたらもう席がいっぱいだなんていうことがかなりあってですね、もうすぐにでも受験したいのになかなか出願を受け付けてくれない。トフル何回か実施されるんですけれども、後になればなるほど出願に間に合わなかったりしますので、この外部試験の受験も今からしっかりと確認しておくようにしましょう。よろしいでしょうか。ということで、まとめてお話ししますと、はい、今やらなければならないことは、まずは進学先、大学院へ進学するか、大学の学部に進学するか、専門学校に進学するか、まず最低でもこの3つを考えてください。そして、専門学校を目指すなら、日本語能力試験、JLPT の出願を準備しましょう。大学の学部入試を目指すなら、EJU、日本留学試験の出願を行ってください。締め切りは来月の6日になっています。で、
最後に大学院は本当に大学院ごとに試験のやり方、出願条件とか試験内容とかバラバラで違いますので、もう今の段階で自分の研究テーマを絞り、志望する大学院を決めて準備にかかるようにしましょう。同様に、その大学院の出願資格に日本留学試験があるのでしたら、来月の6日までに必ず出願するようにしてください。これが、まずは1月、2月、3月でのポイントになってきます。でね、これ理屈は言いますけれども、私も実際日本語学校で指導してると、なかなか出願してくれないんですよね。いや、大丈夫ですとか、私は平気ですとかね。しまいには国立大学行きますから11月の試験でも EJU は間に合いますとか言いながら、なんだかんだ言って先延ばしに従う留学生ってのがかなりいて、私も実際手を焼くんですが、今この決断をしなければ、後になって困るのは留学生です。まあ、最近ではですね、大学院にも、大学学部にも、専門学校にも進学できなくても、特定技能なんていうのがあるから、まあ、諦めて特定技能に行こうなんてね。まあ、そういうふうな選択肢もあるんですけれども、要は、日本語学校を卒業した後に、ビザがどうなるか、在留資格取れるかどうか、ということの分かれ目になりますので、ぜひこの1月、2月、3月のこの準備はおろそかにしないようにしっかりとやってください。とりあえず今皆さんにアドバイスしたいことはこんなところです。いってらっしゃい。